岩本節子さん、当時13歳。爆心地から 1.4km の南竹谷町で被爆しました。新徳高等女学校に通っていた岩本さんは朝礼前に校舎の中で被爆しました。気がついた時は右手と足にやけどを負っていました。すぐに救護所となっていた陸軍被服支廠に逃げ10日間そこで過ごしました。現在語り部として修学旅行生などに原爆の惨状を伝えています。朝礼の始まる鐘が鳴ったんです。で防空頭巾と救急袋と大事なズックをね手に持って2階の教室から1階へ降りてきたところだったんです。でそこから出ようとしましたけど、2年生の6クラスの生徒がその入り口から、このくらいの狭いところなんですが、その出口から出ようとするので、そこは大変混雑してたわけです。でしばらく靴を持って立って待ってたんですが、朝礼に出るのが遅くなると思って、私は1年生の教室の前を通って向こうの出口から出ようと思って1人が向こうへ向かったんです。そして2つ目の教室の辺まで来た時に、右の前方からピカーッとね、もう黄金色のような眩しい光に出会ったわけです。でちょうど木造校舎でしたから、この校舎のこの屋根のひさしの中に顔から上は入ってたんですね。だから光は眩しい光は見たんですが、光の元が見えないので、そのひさしから頭を少しかがめて光の元を見ようとした時に、さっきの光よりもっと強いね、今度は青白い光がもう一遍ガーッと来たんです。そして気を失って気が付いたら木造校舎の下敷きになってたので、あっちこっちから「お母ちゃん助けて、先生助けて」という悲鳴で、我に返ったわけですね。で中央に立った時に薄暗くなってるんですね。で私は夕方まで気を失ってたんだなとその時は思ったんですが、後で分かったのはそうではなくて、広島市が一瞬にして崩れたためにね、爆風で夕方のように暗くなっていることが、それはもうずっと後になって分かったことなんですが、そして見渡す限り今まであった学校の校庭の隅っこにあった寄宿舎、それからその辺の辺りの建物が一切何にもないんです。で今度ふっと我に返った時、今度は怒鳴る声、悲鳴を上げる声がいっぺんに耳に入ってきたんです。で見回すと後ろに学校の校門があったんです。校門のあたりに何人かの動く人影が見えたんです。でその方へ行ってみましたら、家庭科の先生がもう全身がボロボロになって、着てるものもちろんボロボロですが、もう顔の方も皮膚がもうズルズルになってぶら下がって、そして一生懸命こうやって指さして「藤山方面に逃げなさい、大河小学校へ逃げなさい」と言って怒鳴っておられた。私も慌てて自分の顔をこうさすってみたんです。そして恐る恐るこうやって見るとズルズルがつかないので、私は本当に顔はやけどしなかったんだと思って、ふっとこう見るとユニフォームから出ていたね、右手が光線の当たった側がズルズルになってたんです。そして左手はこう体の影になっていたのか大きく腫れていました。そして着てるものはもうみんなボロボロで、身につけていた防空頭巾も救急袋も持っていた靴もね、何にもなくて、もう体の中身が見えてるんです。もうそして足も大きく腫れてたんですね。でそこにいる人たちと一緒に先生が指さされた方へみんなこういう格好をしてぞろぞろとね移動し始まったわけです。で私が裸足で逃げてるので、どっかのおばさんがね、裸足で逃げたら危ないからと言って自分の救急袋の中からわらじを出してくださったんです。でありがとう言って履こうとすると、
門扉から出ていたね、学校の中裸足でしたから、光線の当たった右側の外側の甲と左足は内側の甲が手と同じようにズルズルになってたので、鼻緒が痛くて履けないから言って返したら、またそのおばさんが救急袋の中から油のようなものを出してね、そして手と足のズルズルにつけてくださったんです。そして被服書を教えてもらって、私は被服書までたどり着いたわけです。そうしましたら、被服書にはもう大勢の人がね目指して逃げてきてたんですね。で被服書の中では中をね片付けないと皆さんを収容することができないというので、しばらく土の上に腰を下ろして待ってたんですね。でそのうちに気が緩んで安心したのか、気がついたら倉庫のね、被服書の倉庫のセメンの床の上に軍隊の毛布を敷いて、その上にずらーっと寝かされてたんです。それで8月の15日にリヤカーで祖父がまた迎えに来てくれて帰ったわけです。でその時に祖母が言いますのには、私の右足のところでね背中一面やけどしてるおばさんの背中のウジ虫をね割り箸で取ってあげたというんです。だけどウジ虫というのはね、取っても取ってもキリがない、次から次から湧いてくるといったことがあります。無念な思いでね多くの、友達が亡くなったわけですけれど、そういう人たちのね、せめて私たちが生き残った私たちがあの人たちの無念さをね語っていかないという気持ちなんですね。